まあ僕はね、なんか自分の口癖をちょっと考えた時に、結構僕が使うのは、なるほどと確かにやってみますっていうのは、この3つかな。この3つはね、俺多分よく使うワード。相手が言ったことをまず受け止めるっていう姿勢ですね。拒否するんじゃなくて、相手が、言ったりやったりしてることを一回受け止めるんですよ。まず一旦その人が言ったことをただ忠実にやるだけ。いい意味でロボットになるんですよ。もうその人が言ったことをまず再現するロボットになるっていうふうにまず一回振り切るの。みんなロボットになるとか自分で考えないってことを悪いことのように捉える人いません？ね、いやそんな自分の感覚を信じるべきだとか自分のね、何かを大事にするべきだってよく言うじゃない。それ大間違いですからね。それが成長を阻害してるんですよ。経験したこともないし、よくも分かってないし、プロほどそれに関して時間もかけてない人間がですよ。自分の感覚を信じるなんて間違ってるでしょ。間違った感覚信じてどうすんだよなんですよ。間違った考えをもとにその感覚信じてどうすんだよなんですよ。まずやるべきことって自分が何もないまっさらな状態をイメージしてただ言われたことを忠実にやるだけのロボットになる。その結果なんかどうでもいい。ただのロボットになることだけに集中するんですよ。これできますか皆さん。誰かのアドバイス受けた時にただのロボットになるんですよ。これねバカになれとか思考を停止しろとかじゃなくて、これもね実はコントロールなんですよ。自分をコントロールする力なんですよ。もう振り切るんですよ。そこまでやんないと人って吸収できないんです。ただ忠実に再現するだけで、その中で分かることがあるんですよ。そっかって、この感覚なんだって、そこで、いわゆる感覚の置き換えっていうのかなをするんですよ。今まで自分の、やり方では、どうやっても間違ってるわけです。これ成長しない人、ネガティブな人、これ特徴があるの。めちゃくちゃシンプルに言って自分の考え方ややり方に固執して変わらない人ね。絵の描き方が根本的に変わらない人はさ、うまくならないんですよ。それは今までの自分の感覚を信じちゃってるんですよ。その感覚が間違ってるのにそれ信じてどうするんだよなんですよ。まず一旦それから疑った方がいいんじゃないのっていうことなのね。でこれがですね、やっぱ柔軟さって何なのっていうのはですね、必要とあらば、その人のねアドバイスをとりあえず再現するロボットになるね。これね大体みんな自分流になんかねアレンジしますよね。こういう風にやってみたらいいよ。いやでもだっていいからやってみろよって話なんですよ。ね、でもだってそんな時間ないですよとかね。いやもう何もアドバイスする気なくなるよね。じゃあ好きにすればいいんじゃないですかみたいな感じでもう完全に引き離されちゃいますよね。時間がないですとかね言ってればですねそりゃ成長しないですよ。だって最初から、自分で、防御してるというか最初から拒んでるのと同じですからね。そうやってね、なるほど確かにやってみますってね、これですよ。もうこれだけなんですよ。あとはそれを再現するだけ、実行するだけなんですよね。その時ははっきり言って余計なこと考えるなですよ。模写してる時にこうどうなってんですかねとか考える必要ないんですよ。だってそこにそういうの書いてあるんだもん。やることってそこにあるものを指先にどうやって吸収しようかってことに集中するんですよ。そして今までの手癖を封印してその形を吸収するロボットにいかになれるかなんですよ。それに集中しないと、いやこうなんか体がな曲がってなんかなもうちょっとこれこうなんじゃないかなって、それお前のしょぼい考え方やんなんですよ。お前の下手なものの見方、今までの自分のしょぼい見え方を中途半端に入れて中途半端に模写して、それはですねうまい形吸収できないんですよ。いや室井さんの言ってるようにちゃんと模写とかデッサンとかちゃんとやってますみたいな。確かに模写とかデッサンとか落書きとか組み合わせてるね。でもこれ自分の絵だよね。どのページめくっても自分の絵になっちゃってるね。印象が同じなのは危険です。全然下手でもいいんです。落書きどんどん揺さぶりをかけるのが大事なんだよね。その揺さぶりを本来だったら自分にかけていろんなことを吸収していかなきゃいけないのに、自分を防御するようなワード選びをしちゃうとですね変わらないんですよね。そういうワードを選んでる時点で、変化を拒んでるのと同じなんですよね。なるほど分かりました、やってみます本当ね
もうこれですよ。なんかちょっといいなと思ったらやってみればいいんですよ。ね。過大な結果を求めようとしすぎるんです、そもそもが。ね。神絵師になるとか、ダウンロード同人誌でなんかめちゃくちゃ売れっ子になるとか、そういう過大な期待をですね、何もやってない人がですね、いきなり求めるのがおかしいんですよ。いや、もちろん夢を見るのは大事だし、そういうような淡い期待を自分に抱くことはめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。で、実際問題、何なんだろうなんですよ。どうやったらそれに近づくんだろう、ちょっとでも。ね。ただずっと妄想してるだけじゃちょっと寂しいでしょ、いくらなんでもね。どうやったらそれにね、一歩一歩近づくんだろうか。もう、言葉を変えるっていうのが一番簡単。まず行動が変わらないとそうなんないじゃないですか。今、すごくないわけじゃん、今自分が。だったら、もう変えるしかないですよ。その何かいいことにもう体が向いてる人って、はっきり言って時間の問題なんです、結果出るなんて。半年1年やってるのに、まだその自分が、望ましい方向に向かっていないとすれば、根本的に間違ってるとまず思ってください。根本って何？行動原理が間違ってるんですよ、そもそも。で、何が間違ってんの？もっとたどると、言葉遣いが間違ってるんですよ。そもそもの発想が間違ってるんですよ。自分がやりたいことと、その目標がそもそもブレてるずれてる可能性がある。それ本当にやりたいのって。自分でそれっぽいことちょっとやってみて、それ面白そうだなとか、その世界本当に自分なんぼでもね詳しくて見てられる、本当にこれ面白そうだなと心から思えるとか、そういうですね、本当に好きなことじゃないと基本的に無理ですから。そう、興味もなければ好きでもないことのその先に自分がそれの世界でなんかやってけんじゃないかなっていうのは、それは妄想です。大体その道で活躍してる人って、相当詳しいですから。好きだったりずっとそのことについて考えてられるし、まず書いてるし、もう作ってるし、はい。で、書いてもいないし、やってもいないし、好きでもないことを、の先には何もないので、まず一旦やり始めるってことが大事なんですよ。で、やり始めるときに、なんかそういうの好きなんだったら、まず書いてみればいいんじゃないですか。いや、でも時間がないんですよってね。ああ、そうですか。じゃあやらなきゃいいんじゃないんですかって、ただそれで話は終わるんですよね。ああ、じゃあやめればいいんじゃないんですか。でもやりたいんですよね。ああ、そうなんですよ。で、なんか絵とかないんですか。いや、時間なくてまだ描いてない。あ、そうですか。うん。で終わり、話です。はい、終了ですね。そう。そう。これなんですよ。で、これがですね、もう、なんかとりあえず書いてみましたってね。全然書けてないと思うんですけど、面白いですね、漫画描くのって。みたいな感じで、ちょっと短いやつなんですけど、書いてみました。何でもやってみればいいと思いますよ。そんな感じで。そうすると少なくとも、それが好きか嫌いか、自分が向いてるか向いてないか、その時間やってて楽しかったかどうかって分かるじゃないですか。それが本当なんですよ。真実なんですよ。ね。で、そのためには、まず、なるほど、確かにやってみますっていう、ただそれだけなんですよ。